ハンドメイドきよちゃんです。今回はこちらのダイソーさんのウールブレンド。色は66番のストームグレー。こちらの糸を使って簡単なベストを編んでいきたいと思います。こちらの毛糸は1玉 40g。糸長が約62メートルになります。材質がアクリル 80%、ウール 20%。柔らかくてチクチクしない糸です。手洗いができて、アイロンも低い温度ならかけられるのかな。ちょっとこのマークわからないんですけど、バツになってないので、スチームも当てられると思います。で、かぎ針は8号針 5.0mm の8号針を使用します。あと必要なものは、とじ針と糸切りばさみとマーカー5、6個は必要だと思います。あとメジャーをご用意ください。中から糸を出します。ちょっと中が詰まった感じなので、出しやすい方から出してください。で、鎖編みを編んでいきます。糸端はあまり残さず編んでいきます。糸を絞って、ここから鎖を編んでいきます。5の倍数プラス1目が作り目になります。96目編んでいきます。針に糸をかけて引き出して、これで1目、2目、3目、4目、5目、96目編んでいきます。このように96目編んできました。いつもでしたら作り目でこのように鎖を編んでいくので、緩めに編むように言ってますけど、今回は緩く編まずに普通の手の感覚で、96目編んでください。そしたら、立ち上がりで鎖1目上がります。そしたら、最初の今編んだ鎖の、次の目、今96目編んだ96目目の裏山、この、鎖になってる裏側のこのポコッとしたここを拾って細編みを編みます。はい。そしたら4目鎖を編みます。その時にこの細編み、初心者の方は今編んだ細編みの目にマーカーをしてください。そしたら1、2、3、4目鎖を編んで、1、2、3、4目鎖を飛ばして5目目の裏山を拾って細編みを編みます。はい。そしたらまた鎖4目編んで4目飛ばして5目目に5目目の裏山、ここが鎖になっているので、その裏側のこの、糸に針を入れて細編み1、2、3、4 1、2、3、4目飛ばして5目目細編み、これを繰り返していきます。4目。はい、最後のところに来ました。鎖を1、2、3、4目編んで、1、2、3、4目、1、2、3、4目飛ばして5目目に針を入れます。
で、細編みをここで編んで、ここ一目、多かったみたいで、96目編んだつもりだったんですけど、もう一回見直しても、やっぱり一目多かったので、ここは、こういうとじ針で、最初の目をほどいて、それで、ここを、引っ張って絞れば、目がなくなりますので、これでいいと思います。そしたら、立ち上がって編み地をひっくり返して、ここの最初の今細編みを編んだ目に針を入れて細編みを編みます。そしたらわからなくならないように、この最初の目に、マーカーをしてください。ちょっと小さいかな。はい。そしたらまた同じように4目編みます。鎖を4目編んだら、この鎖が4目編んでるので、この5目目が細編みになりますので、細編みのところに同じように細編みを編んでいきます。また1、2、3、4目鎖を編んだら、ここの細編みのところに細編み、1、2、3、4目鎖編んで細編みのところに細編み、これをずっと繰り返していきます。こういう感じで編み進めていきます。最後のとこに来ました。4目鎖を編んで、最初の細編みのところに細編みを編んで終わります。そしたらまた、立ち上がって、鎖一目で立ち上がったら、もう前段の細編みのところにまた細編みを編んでマーカーをして、で鎖を4目編んで細編みのところに細編み、1、2、3、4目鎖を編んで細編みのところに細編み、これを繰り返して編んでいきます。はい。で、この横の部分が、これが丈になりますので、ここの、脇から袖の部分まっすぐ編む感じに、なっていますので、ちょっと、袖から肩の部分をまっすぐ編み進めていこうと思います。だいたいこの長さっていうんですかね、丈の長さが56センチぐらいの長さになってれば、また編んでいくと縮んでしまうので、だいたい2センチぐらい縮まってしまうので、だいたい今56センチぐらい、あればいいと思います。では編み進めてください。もう一玉が終わるところに来たので、ここで1、2、3、4目鎖を編んで細編みを入れたところで変えたいと思います。小指で糸端を持って新しい方の糸端も小指で
このように持って細編みを編んだので、次鎖から新しい方で編んでいきます。今1目編んで、2目、3目、4目編んだので、細編みを編んで1、2、3、4で最後に来ました。細編みを編んで、これで24段目が終わりました。そしたら、これ前身ごろなので、今度25段目に行くんですけど、ここ襟のこういう向きになって、ここが肩の部分にするので、ここからこの襟ぐりのところに入ります。なので、ずっとまた戻って、ここの端の方の手前のこの、6目手前の細編みのところまで編み進めてきます。でここからずっと編んで、鎖4目編んで細編みを編んだところになります。あと1、2、3、4、5目残っています。そしたらちょっとサイズを測ってなかったので、ちょっと測ります。だいたい、この長さだけになる部分が53センチ。それで、この幅がだいたい今1段編んでしまったので、それを含めないでだいたい15センチ、16センチの間ぐらいの長さになってます。肩の部分に、肩のこの幅の部分が15センチから16センチになってます。そしたら、この襟ぐりのところ、初心者の方はこの、細編みを編んだらまたまっすぐここで編んでっていいと思いますけど、袖ぐりのところもまっすぐ編んできてるんですけど、本当だったらこう、脇下のところからこう本当は斜めにこういう感じで減面をすると、形も体にフィットしたものになるんですけど、初心者向きなのでまっすぐ、編んでいったんですけど、もしこう減目とか、増し目とかする方は、これを参考にしてもらえたらなと思うので、一応、減目の仕方を紹介します。そしたら26段目は立ち上がりも含めて、鎖を4目編みます。1、2、3、4目編んで、そのまま編み地をひっくり返して、この次の細編みのところに細編みを編みます。はい。そしたら、最初の立ち上がりのところ、1、2、3、4目数えて、一番最初のこの鎖のところにマーカーをしておきます。それで、
26段目を編んでください。普通に1、2、3、4目鎖の細編みを繰り返していきます。はい、27段目の最後に来ました。細編みを鎖を4目編んで細編みを1目編み終えたところになります。そしたら鎖を2目編んで、前段の1、2、3目目鎖の3目目に、針を入れて細編みを編んで、これで27段目が編み終えました。そしたら立ち上がりも含めて、3目鎖を編みます。1、あと2目、2、3目で、この印をしたマーカーを取って、この最初の鎖、立ち上がりのところにマーカーをしておきます。編み地をひっくり返して、最初の細編み鎖を編んで、次のこの細編みのところに細編みで留めます。はい。そしたらまた鎖4目細編み1目を繰り返し編んでいきます。28段目編んでいって、29段目で折り返して、またここの手前まで編み進めてください。はい、29段目編んできました。細編みを編み終えたところになります。そしたら鎖を1目編んで、このマーカーをした1つ手前、この鎖の2目目に、針を入れて、この鎖になってるこの2本に針を入れて、なんか入らない。で割ってもいいと思います。はい、鎖の1本と裏山1本拾って細編みでもいいです。はい。そしたら、30段目はそのまま、立ち上がりも含めて鎖を2目編みます。はい。そしたら編み地を返して、最初のこの細編み、この付け根の細編みじゃなくて次の、4目鎖を編んでいく手前のこの細編みに、細編みを編んでいきます。はい。そしたらこの立ち上がりの鎖のところにマーカーをします。はい、31段目の最後に来ました。鎖を4目編んで細編みを編んだら、ちょっとマーカー取っちゃってますけど、隣のこの鎖立ち上がりがあって、その隣の鎖、最初の鎖に針を入れて細編みを1目編みます。はい、
この方が自然だと、このカーブがね、自然になると思うので、細編みを編みます。そしたら、立ち上がり、鎖1目編んで、本当だったらここのね、今、細編みを編んだところに針を入れるんですけど、ここではなくて、こっちの鎖を4目編んで細編みで留めたここに針を入れます。わからなくならないように最初にマーカーを押し付けて編み地をひっくり返します。はい。そしたら今立ち上がり編んでおいたので、そのままここに今マーカーを押したここに針を入れて細編みを編みます。そしたらマーカーを押してこれで32段目普通に編んでいきます。鎖を4目細編み1目鎖を4目細編み1目、これで限目が終わります。で33段目からは普通に鎖4目で細編み鎖4目でこのマーカーをしたところに細編みで留めて33段目を編み終えてください。そしたら10センチぐらいはそのまま限目なく編み進めていきます。はい。この作り目から作り目も含めて47段編んできました。今こちらの裾の方から編んできたところになります。鎖を4目編んで細編みで留めた部分になります。そしたら、ここで今細編みを編んだ同じ前段の目に一番最後の目に針を入れてもう一回細編みを編みます。これで1目増えました。でこれで47段目が終わります。そしたら、そのまま立ち上がりを1目鎖を編んでもう一回この最後増したところの目の分で、鎖を1目編みます。そしたら、今鎖を2目編みました。そしたら、ここが増し目の細編みです。その最初の隣のこの細編み、ここに、細編みを編みます。ひっくり返すと分かんなくなる方もいると思うので、マーカーをして、そこに針を入れてからマーカーを外して細編みを編んでください。はい。これで編み終えました。そしたら、次戻ってきて編む部分が、この立ち上がりの鎖鎖を今2回編んだんですけど、最初の細編みが立ち上がりの鎖目になるので、次最後編むのがここに、立ち上がりの鎖目に針を入れて編むので、ここにマーカーをしておきます。はい。それで48段目また普通に鎖4目で
細編み1目で留めて鎖4目。はい、49段の最後に来ました。鎖4目編んで細編み1目留めたところです。そしたら鎖を1目編んで、それで、前段のこの立ち上がりの鎖のところに細編みで、硬いです。細編みを編んで、これで49段目が終わります。そしたら50段目は立ち上がり鎖1目編んで、また今度ここに針を入れるのでマーカーをしといて、それで今目が1目また増えたので、鎖を2目編みます。1、2。なので、立ち上がりも含めて3目鎖を編みます。そしたら、この、細編み地をひっくり返して、鎖4目編んだこの細編みのところに針を入れて細編みを編みます。こういう感じで斜めになってきました。そしたら、50段目を編んで、51段目またこちらから編み進めていってください。はい、51段目を編んできました。鎖4目で細編み1目留めたところになります。そしたら鎖を2目編んで、1、2鎖を飛ばすと、この立ち上がりの、鎖目になるので、このマーカーをしたところに針を入れて、鎖になってる1目と裏山を拾ってもいいと思います。ここに細編みで留めます。はい。これで51段目が終わりました。そしたら52段目、立ち上がりも含めて4目鎖を編みます。立ち上がり1目編んで、鎖を1、2、3目編みます。ここで指で押さえたこの最初のところにマーカーをしておいて、立ち上がりのところですね。マーカーしといて、編み地をひっくり返して、この鎖4目で細編み留めたこの細編みのところにこのように留めます。そしたらまた52段目を編み進めていってください。53段目繰り返してまた来たら説明します。はい、53段目編んできました。細編みで留めたところです。そしたら鎖を3目編んで1、2、3目飛ばすとこの立ち上がりになりますので、この立ち上がりの目に細編みで留めます。はい、53段目が終わります。そしたら同じように立ち上がりを鎖1目編んで、今度は鎖を4目、1、2、3、4目編みます。そしたらの立ち上がりのところに
マーカーをします。全部で、なので鎖を5目編みます。そしたら編み地をひっくり返して、細編みのところに細編みで留めて、54段目を編んでいきます。1、2、3、4。そしたらまた、55段目も折り返し編んできてください。55段目がこちらから編み進めてきました。細編みで留めて鎖を1、2、3、4目で1、2、3、4目飛ばすとこの作り目のところになります。マーカーを取って立ち上がりの鎖のところに細編みで留めて、これで55段目を終わります。そうしたらまた、増し目なく、編み進めていきます。立ち上がり鎖1目編んで、今細編みで留めたところに針を入れて細編みで留めて、ここにマーカーをしておきます。1、2、3、4目で普通にまた編み進めていきます。そしたら一番下からずっと上がって80段まで編んできました。ここの弦目のところ55段までの部分まで紹介したので、80段っていうことはあと25段編み進めたことになります。80段編み終えたら、ここの糸端の部分を使って閉じに使うので、脇下の閉じにしようと思うので、だいたい3倍ぐらいの幅を取って、そしたら一旦束にしておいて、こちら側が、襟ぐりになります。真ん中、こっちからこのように編み進めてるので、ここの真ん中の40段のところにマーカーをして、で、最初のここの肩、弦目のところが24段、ここの最初の作り目の鎖のところも含めて24段のところでマーカーをしてるので、こちらも24段のところにマーカーを付け替えました。はい。そしてだいたいこの身幅が55センチ、丈も55センチになるようにスチームをかけます。で、後ろ身ごろはここの弦目と増し目をつけないで、そのまま鎖を作り目96目編んで、この細編み1目鎖4目細編み1目鎖4目の編み方を80段編んでください。そのまま弦目なくまっすぐ
編み進めていってください。それで、後ろ身ごろも55センチ55センチの、サイズでスチームを当ててください。その前にこの糸端の、始末を先にこういう糸端、玉と玉のつなぎ目の部分はこのように編み地に、適当に縫い付けていってください。はい。こんな感じで縫い付けていきます。はい、スチームをかけてきました。そしたら、裏と表がわからなくならないように、一応これ裏のところに、糸印をしてあります。で、中を表にします。外側を裏側にします。このように、後ろ身ごろの裏側の部分にもこのように、糸印をつけといてあります。で、表身ごろの編み出し最初の鎖を編んでた、最初の糸端がこちら、裾の角に来ています。で、こっちに向かって80段編んできて、また裾の方にこの糸端が、とじの部分を残しておいてあります。こちら側の後ろ身ごろはちょうど、反対になるように肩のところにこの最初の編み始めの糸端が来ていて、で80段目こちらからこう来て80段目の最後の、閉じる分を残している糸端がこの肩のこちら側の肩の方に来ています。反対に、編み方が反対になっている、後ろ身ごろはこちらからこういう感じで編んでったものになります。はい、そうすると、そのまま閉じがこう使える。この最後の糸端が使えるのでそのようにしました。別に同じようにしなくて結構です。このやり方だと気持ち悪い方は両方とも同じ側を、表側に来るようにしていただいてもいいと思います。それでは、肩から、閉じていきます。この目と目を、つなぎ合わせることをはぎと言います。で、この段、これで言うと脇下を閉じるこの段をつなぎ合わせることを閉じと言います。はい。で、肩を剥いでいくんですけど、そのままこの、最後の残った糸端を使って、こちらは、閉じていきます。簡単な引き抜きはぎで閉じていきます。そのまま8号針で引き抜いていきます。
24段分になるので、ここからここまで、引き抜き、はぎをしていきます。そのまま、最後の目に針を入れて、こう2本拾った方がしっかりすると思うので、このように糸を引き出したら、次の目とこんな感じできつくならないように気をつけながら引き抜いていきます。はい、最後の目と目に来ました。わかんなくなっちゃう方はこうやって、目に針を先に刺してからマーカーを取って、それで引き抜いてくださればいいと思います。はい。そしたらそのまま糸を引き出して、これ糸端なので、そのまま引き出して、これで、はい。こんな感じに、きれいに、つなぎ合わせました。そしたらそのままとじ針でここ今引き出したここの鎖になってるところからこう引き出ているので、ちょっとこちらに一回針を通して、それからこの閉じた耳のところに糸端を縫い付けて、これでちょっと戻ったりして、これでします。はい、できました。そしたら反対側も同じように24段分を引き抜いて型を履いてください。はい、両肩このように、剥ぎ合わせました。そしたらもう後ろってわかるので、この糸端を、取ってもいいかな。取っちゃいます。はい。後ろも取ります。そしたら、脇下サイドを閉じます。ここの、腕周りの部分20センチぐらいのところのちょうどいいこの、細編みを編んだところ、に印をしてあります。下から、裾の部分から数えると1個目、2個目、3個目、4個目、6、7、8、9、10、11、12個目、12個目の細編みのところです。丈が、着丈が55センチなので、だいたいここが35センチの長さになります。裾から35センチのところに留めてあります。
で、これも糸端を使って閉じていきます。ここの閉じ方は、編んだ時と同じ感じで、閉じていきます。ここが、最後のところの細編みのところになります。細編みのところに針を入れて、こちらも細編みのところに針を入れて、それで一回糸を引き出して、立ち上がりの鎖を一目編んだら、今、糸を引き出した目に同じ目に細編みを編みます。そしたらここが鎖だったので、鎖を1、2、3、4で細編みのところに針を入れて細編みを編みます。でまた1、2、3、4と、編み地を編んだように閉じていきます。1、2、3、4。はい。簡単ですね。1、2、3、4。これで最後っていうか、ここのマーカーをつけたところまでいきます。はい、最後のマーカーを取って、細編みで編んで、これで糸をそのまま引き出して終わります。そしたら、ちょっとこの今引き出した、この根元の目のところにちょっともう一回補強する形で、縫い付けて、この今鎖を編んだところにこんな感じで縫い付けたら、もう一回戻って糸をカットします。はい、これで、脇下の閉じが終わりました。そしたら反対側も同じように、この糸端に、このように、旗結びで、こんな感じでそのまま、細編みのところに針を入れて糸を引き出して立ち上がり鎖一目編んで細編み同じように鎖をちょっと1、2、3、4こんな感じで閉じていきます。邪魔なのは最初にこうやって閉じ針を今編んだ鎖のところに、針を通してこういう短いのは後からこの穴に糸を入れてさーっとこうすれば中に入るので、こうやって始末してくれればいいです。はい、脇下がこのように、両脇閉じ上がりました。そしたら軽くスチームを、肩と、脇に当ててください。これで、完成してもいいんですけど、
そうすると、7玉編んで、7玉目がこんだけ 10g ぐらい余ってるので、裾を、ちょっと縁編みをできるとこまでやろうと思います。端の今閉じたところから表を見て、もう簡単な細編みと、ここが、一番端の閉じたところの目を拾って、細編み立ち上がり鎖1目編んでから、細編みを編んでちょっと印をします。そしたら鎖を編んで、この次の段を飛ばして細編み鎖1段飛ばして細編み鎖細編み鎖で編んでいきます。ちょっとね、裾が広がってる感じが、するので、ちょっときつめに編むと落ち着くかなと思って、縁編みをしたいと思います。はい、一周ぐるっと細編みと鎖で編んできました。最後、細編みを編んだら、ちょっとどうなってるの？鎖を1目編んで、糸をそのまま引き出して、糸カットして、この最初の、細編みのところに針を通して、元のところにこの鎖のようになるように、こんな感じで通して、なんかここの閉じのところ緩くなっちゃってるので、もう一回補強する感じで、ちょっとこう閉じながら糸始末します。閉じのところに、閉じた耳のところにまた縫い付けて、カットします。この最初のね、糸端ですね。これも、はい、ちょっと耳のところに縫い付けて、脇のね、閉じた耳です。この鎖のところに、なんか糸端が出てきてしまってますが、気にせずカットして、はい、こんな感じで、ちょっとだけ気持ち、つぼまった感じはあります。襟のところも同じ感じで鎖と、細編みと交互に縁編みをしていこうと思います。でも糸もない方はそのまま、縁編みしなくても、そのまま完成でもいいと思います。表をまた見て、ここの肩の、剥いだところの
とこから糸をつけて、編んでいこうと思います。まあここは別に、きつく編む必要はないので、糸を引き出して細編みを編んで、鎖を編んだら、この目は飛ばして、鎖もこの、目に幅っていうかに沿ってゆるく編んでください。きつくなってしまわないように、この身ごろに沿って鎖を編んで、ここの段は飛ばして、細編み、鎖、段は飛ばして細編みという感じで、縁編みをしていってください。半分まで、こう編んできました。この肩の、剥いだところですが、今細編みを編んで鎖を一目編んだら、ここの付け根、肩の、ここ閉じ、合わせたところですね。ここのところに入れて細編みを編むようにしてください。はい。で鎖で、すぐのところに針を入れて穴が目立たないように、鎖のところの穴が目立たないように、針を入れて、で一目飛ばして、細編み、鎖、一目飛ばして、細編み、鎖。カーブになってるところはきつくならないように鎖で調節して編んでください。はい、ぐるっと一周編んできました。今細編みで、この肩の横ら辺に編み入れたところになります。そしたらそのまま糸を引き出して、カットして、ここの最初のとこの細編みのところにちょっとマーカーしなかったんですけど、そのまま、糸を入れて、今最後、ここの鎖になってるところに針を戻して、それでまた肩の耳のところに、この糸端を縫い付けて糸の始末をします。はい、出来上がりました。ここはあれですね、スチーム当てた方がいいと思うんですけど、こんな感じで、綺麗に一段縁編みしました。腕周りのところはそのままでいいと思います。スチームを当てて最後に着た感じをお見せします。はい、こんな感じに出来上がりました。着丈が55センチ、身幅も55センチになります。脇下も綺麗に閉じられていると思います。簡単な編み方なのでブランケットやマフラーいろいろ使えると思うので、ぜひ編んでみてください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次回もぜひご覧ください。